本動画は絶賛公開中のキングダム実写シリーズ最新作、キングダム大将軍の帰還の本編の結末などに触れるネタバレありの動画となっています。劇場での鑑賞をしてからの視聴を強く推奨いたします。以上を踏まえてお楽しみください。まさしく、大将軍の帰還でした。金払う価値がある数少ない方が。いやー本当にヤバかった、震えたわ。飛信隊入りたい。さすがのクオリティ。今日の下りむちゃくちゃ丁寧にやってて大木の島で行くのか不安だったけど意外となんとかなったな。1から3と違って4は負け戦だからモヤモヤしてる。リピーター激減と思う。70億と思ってたけど50億予想に修正する。泣かせんな大木。今回の主役は大木だね。大沢たかおの演技は良かった。大沢たかおすごかった。心配だった小栗旬も前回ほど違和感なかった。何が違うんだろう？大沢たかおが神すぎるだろ。誰がキャスティングしたんだ？普通思いつかないだろ。大沢たかおの芝居、セリフ発声表情と芝居の迫力すごかったな。昔ここではキャスト発表の時大沢たかおボロクソ言っていたのに手のひら返しがすごいな。大沢たかおが一作目で出てきた時笑ったが今作ではなんだろう、体で隠したかなり、撮り方ハマってたし、顔の感じとかほんと良かった。切れてる時の目の息具合とか、最高の大木劇場でした。大木の表情とセリフの言い回しに何度ゾクゾクしたことか。涙拭い用のハンカチ持参して正解だったわ。大木将軍見て煉獄さんぶりに泣いた。みたいな人多いね。ほとんど大沢たかおが主役だったな。あんな刀ぶっ刺されて引きに抜かれたら胃も膵臓も腸もズタズタなってほぼ即死だろうによく喋るなぁと思ったが、そのまま絶命したのでよしとしよう。ほんと大木が出てくるだけで上がるんだよな。原作がすごいのはもちろん大沢たかおも本当に頑張ったと思う。見事。オカマっぽくて、ちょっとキモいのにめちゃくちゃかっこいい。なんて難しいキャラを完璧に演じるんだから名優ってすごい。続編がなかったとしても文句ない完璧な締め方だったね。欲を言えば渡るモーさんがブヒー泣きながら大木に真っ二つにされるところをやって欲しかったわら。満足やったわ。当のファルファルどうなるのかなと見てたら笑ってしまったわら。ただ一つ不満点が戦場が狭い窪道みたいなとこで迫力がなかったのがな。原作通り広い戦場にして欲しかった。スモモマキラ援軍の多さも伝わりにくかったし、ここまで来たらせめて50軍まではやってもらいたいな。山陽編と50軍前後編の3本。本作の成績いかんであり得るかな？キングダム5以降は絶賛撮影中よ。舞台挨拶行きたかったマジで。映画ではどこまでやるつもりなんだろう。とりあえず7作目までは確定。最高の大木劇場でした。大木の表情とセリフの言い回しに何度ゾクゾクしたことか。涙拭い用のハンカチ持参して正解だったわ。入場特典はウワウの金カムの洗剤で残念。キングダムの特典をくれ。今回はシリーズ最高報酬狙ってるだろうから入場特典やんないかな。できれば大木絡みの。2で特典やったけど余ってたからな。特典投入が遅かったってのもあるけど。大木グッズが売り切れてた。もっと大量に作ってよ。大木のキューピーだけ売り切れてたな。アニメと違って原作通り砲温めるの矛が大き貫通。バトルも馬上司も満足。タイトル回収のための改編で大正解。IMAX で見たけど美平戦士から女性のすすり泣きが聞こえてきた。原作見てないんだけど最後に大木死ぬ前に、これから先ついてくることを禁止します、みたいなこと言ってたけど、猫みたいに死体を晒さないからついてくるなって意味かと思ってたけど、よく考えたら、この先部下が一人でも死ぬことを禁止しますって意味なんだろうなってそれが正解なんかな？大木優しいな。私の後を追うことを禁じます、は殉死を禁止したのだと思った。自分の後追いで死んではダメ。殉死するなっていうこと。やっぱそうよね。要潤とか周りの人がきょとんとした演技してたから自分も言葉のまま受け取ってたけど、馬上で死んでそういうことか。ってなった。大木は素晴らしいのはもちろんだけど俺は東が一番合っていると思った。東はかっこいいけど、要潤が抜けてなくない？原作は変なやつだけど有能かつめちゃくちゃ強い。だけど、映画は最初から最後までイケメンな副官がめちゃくちゃ強かったって感じが強いかな。普通にかっこいいから好きだけど。誰も書いてないけど陽順さんかっこよかった。すげえ良かったよね。漫画の塔とはイメージ少し違うけど全然ありだし戦闘シーンも良かった。塔のファルファルがかっこいい。今後作の活躍が楽しみ。シバルが強い将軍なのに可愛い。肩幅の女性らしさがたまらん。
ワンオクが内容負けしてない大正解。吉川晃司はいつもの吉川晃司だったけど寡黙な武人を本人そのままで演じられるのもすごいのかな。これの撮影の後に手術したのかと思ったら手術後だったのがびっくりだ吉川晃司。もう最高だったわ。大木の死のところより尾藤とその後の平の下りでグッときた。大木は雲の上の圧倒的存在だけど、その一方美兄弟は一般人よりで親近感ある分リアルな悲しみや感動があるよな。神と衛星のタイトル回収見事。最後の神のセリフで号泣した。見てきた。号泣。そこらですすり泣く音。役者みんな素晴らしかったよ。ここで終わりでも良い締めだったね。大木の奥さんになる予定だった女の人が腕とか細すぎて武勇優れた大将軍って感じが全然しなくて舐めてんのかと思った。せめてもっとトレーニングして筋力つけて撮影に臨めよと。確かにさすがに細すぎると思ったわ。あんなん体力持たんだろ。でも漫画のシバルもあんまり筋肉ついてないしな。原作再現度で勝負の作品に何言うとんねん。長澤まさみ清野菜名は細くても強そうに見えるけどね。大木の過去パートいまいちだった。長澤まさみは演技力が高いし風格凄み出せるからね。あとやはり圧倒的に花オーラがある美女。腕が細くても表情とか芝居がもっと上手ければねえ荒木。大将軍の風格が全然ないし、荒木優子正直バカにしててすまんかった。草刈正音の目の演技も見せたわ。全編通じてあまりけなすとこない。6将就任の場面は入れて欲しかったかも。初対面では涙をこらえていた二人が改めて涙を流す場面だし。無論 MVP は満場一致で大沢たかおだろうが、個人的に時点は高島正宏のクシャか小田原。高島だけなんか演技が変なんだよな。舞台向きっていうのかな。もうあの顔ももはや顔芸かよ、と。将軍くん、3までは完璧だったのにね。1見た時は感動したくらい上手かったのに泣いてるとこ芝居がかりすぎな気はした。文句つけるほどじゃないが。変態高島兄は原作でも泣き上手だよ。顔くしゃくしゃにしてあのバカが、グフー、つって泣く、別に違和感感じなかったけどな。俺もプルプル長すぎわらわらと思ったけどあれくらい大げさな方が、俺の想像する将軍くんっぽさが出ててよかったと感じたよ。李牧の何がすごいのかよくわからんかった。宝剣もあんまり凄みが感じられない。結局大木だけかっこいい、となる、漫画読もう。いろいろ描写さらっとしてるからそこ気になるならちゃんと漫画読まないとわからん。それは映画としてどうなの？尺の都合でどうしようもないだろ。4時間も映画館に客拘束できない。小栗旬の横にいた女の演技が棒すぎて笑った。カイネの役者演技下手？可愛いからいいけど。女性キャラが垂れ目というかたぬき顔ばかりだからカイネ初リメ美人が良かったな。佐久間由衣は好きなんだけど声も可愛すぎると感じた。大沢たかおすごかった。心配だった小栗旬も前回ほど違和感なかった。何が違うんだろう？小栗旬は、リマキのオファー断ってこの役がやりたい、とだだこねたらしいが、どの役だと思う？坂口健二がやる役かな。小栗はやるなら翔平くんやりたかったのかもな。李牧はこの後は50軍編ラストまで戦場で会わないし、玉木宏があまりにも翔平くんなので翔平くんはあれでよかった。業界が弱いのが気になったくらいで他は素晴らしかったな。もうちょっと原作では強くなかったか。業界の身分はようやくここまでやってくれたかん。縛るの手当てする大木が可愛い。これが大将軍の見る景色ですよの真の表情は満点。大木の最後の馬上姿、これしかない映像化だった。身分も良かったねー。業界 VS。宝剣は本当に迫力があった。力 VS。スピードの戦いってのも表現できていた思う。自分もそのシーンがこの映画の一番の見どころと思った。その後の王騎 VS 宝剣は戦闘の重厚さは感じられたけどいまいちだったな。これまでの3作は何だったのくらいアクションと戦場シーンの大迫力。ほぼ原作通り、いや原作超えたかも。とりあえず大沢たかおはすごい役者だ。4DX で見てきたんですが、王騎 VS 宝剣のとこ吹っ飛ばされるか、ってくらい揺れました。戦闘シーンガチで面白かった。1みたいな軽い矛感全くないし3までとは全然違った。この辺は演出家なのかわからないがこれ読んで変わったでしょ。ここ数年でアクション撮影の技術も飛躍し、ワイヤーワークと CG の融合がよりシームレスになったそうだ。だから馬に乗って向かってきた相手を馬ごと吹っ飛ばし、人も馬も宙に舞う描写を合成特有の違和感むく取れたりしてるそうだ。だからより監督この場合は原作中の描写に近いというべきかのイメージ通りに近い構図にできるらしい。
ズムサタでメイキング映像流れてたけどアクションすげえな。アクションや戦はおおむね満足かな。前作まで入り乱れて戦うシーンの人が少なく感じたけど今回は満足のいく密集度だったし、アクションも漫画原作なりの凄さとリアリティがバランス取れて違和感少なかった。ラストの改変は良かったけど飛信隊の特別扱いここに極まれりではろた。序盤から泣く。あっという間の2時間半だった。